Thank you. So cute.
こ
ナイフで切るときのコツがあって、刃物を押さないでこうスライドさせたりとか、あと角を切ったりとかすると切りやすい。
料理する時とかでも餅を切る時にこう上から下に落とすだけじゃなくてこう刃物を滑らせるじゃないですか。あれと一緒ですね。よくなんか左利きの人とかって右利きに強制されてた時代あったじゃないですか。はい。職人の世界だとこの両手使えた方がいいんですよ。こうやってこう右利きだと右手作業したいなってくるけど、右手だけだとどうしてもできないところ出てくるんで、左手も使えるようにするみたいな。左手を使わなきゃいけない時が、この辺は訓練してなんとなくこうできるようになりました。全部右手でやろうとするとこう置いてこういう風に作業しなきゃいけないからやりづらいんですよね。なんでもうそれだったら左手使った方がいいじゃんっていう、こうやってやった方がいいじゃんみたいな感じです。こういう彫刻するってなるとこう木をくっつけて直すとか粘土みたいにってことはできないんで、もう一回失敗しちゃったらもう取り返しがつかないんで緊張の連続ですよね。一体完成ですね。はい。うわすごい。東海さんのこのロゴっていうかね、はい、これが何をモチーフにされたのかっていうところなんですか。船。これは自分の作ってる器とあと、スプーンだったりとかっていうのをモチーフっていうかこうちょっともじって船っぽい形にして、で木目ってこうなんかこう波みたいに見えるなと思って、でそこにこういう船の形をしたロゴが浮かんでるといいかな。でちょうどなんかコロナの時期に始めたブランドなんで、なんていうんだろう、荒波というかこう常にこう進んでいってるみたいな、そういうニュアンスで船を選んだって感じですね。木と貝、器と貝を英語に直すとポット&パドルになるので P が2つつくじゃないですか、ポットとパドルで。で P2 つつなげて船の形にしてるっていう、そういうロゴです。もともとデザイン畑出身なんで、デザイン畑っていうか、学校がデザインの学校だったんで、そういうデザイン的な要素も取り入れられるっていうのが僕の強みかなって感じでやってます。そこまでが塗りの前の作業なんですね。そうですね。
になってる。でた塗ってるんですよ。ちゃんと弾くんですよこれ。雪の日につけても大丈夫。水かかっても大丈夫。結構いろいろ試行錯誤した結果、このやり方が一番やりやすかった。ピンがね、こうしちゃうと下からこう通すんですけど、これ外れた時にこういう風につけちゃうと抜けちゃうから、こっち向きっすね。これがまた目が痛くなるんだ。
ていう感じですね。でおしまいと。
の下釜の大きさも、まあ、作るものの大きさによって小さかったり大きかったりします。その出っ張りよりもちょっと小さめにした輪っかを作って一番最初花って言ってるんですけど、これを今作ります。でここから上にどんどん編み上げていきます。編みかけって1日に多い時どのぐらい作るんですか？そうですね、まあまあでも大きいのだったら2、30個ぐらいがいいとこですかね、一人で。
るんでちょっと下からあんまりダイヤじゃない形になっちゃってそれを確認しながらですね真ん中に合わせながらちょっと上に引っ張っていく感じできつくしていきます。はい、完成です。
走ってないのでもう1年いるそうで。厚さを確認しながら削っていくわけなんですよ。
そうですね。もともと木工とかが好きで、趣味で DIY みたいなのやってたんですけども、木を削る刃物の方に興味がいきまして、そこからいろいろ調べてったら、刃物を作るお仕事があるっていうのを知って、そこから興味が出てきて、この仕事を目指そうと思いましたね。
こ
端攻めすぎギリギリすぎますか。こうやってこっちにしないと。ああ、まあでもこっちずらすからいいか。